今回の動画ではソランタイニーストンプにディープダイブしていきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。前回の基本編では優等生な使い方をしましたけど、今回はこのペダルの限界とライブ機材としての拡張性を丸裸にしていきます。1本目のおさらいですが、タイニーストンプはプリセットがいまいちではあるものの、歪みの音自体はクオリティが高いし、価格帯の割にシマーリバーブやハーモナイザーが入っています。マイキングの自由度も高くて面白いのですが、ハーモナイザーのスケール設定などまだバグがあったりするので、ファームの完成度は今一歩って感じの未完の大器かなって思ってました。詳しくは1本目の動画を見てください。今回の2本目ではより深く掘り下げていきます。今回のアジェンダはこんな感じです。ナムの変換精度の確認、レイテンシーの測定、ここがすごいぞソラン、拡張性、まとめ。それでは行ってみましょう。まずはじめはナムの変換精度についてです。ナムの音を聞く前に、そもそもなんでこの価格とサイズでナムが動くのって話を少しだけしますね。で、中身のチップ NXP の IMX-RT600 シリーズ。これはオーディオ特化の強力な DSP Hi-Fi4 を搭載しています。このチップの得意な計算方法で爆速で回すために PC のナムデータを直接読ませずにアプリで N ファイルに変換します。例えるなら DSP が解釈しづらい一般的なデザイン図をそのまま渡すんじゃなくて、この DSP が爆速で動ける専用の作業指示書に書き換えてから渡しているようなものなんです。だから NAM のような重い処理でも破綻しないんですね。NAM を専用形式に変換すること自体は他のメーカーでもやっている手法で、NewX だとイメージファイル、ベイルトーンやソニケーキだとスナップトーンに変換します。ではその変換精度気になりますよね。ある NAM について同じギター信号に対してソランで N ファイルとして適用したものと PC でネイティブ NAM で処理したものを比較してみましょう。ソニケーキスマートボックスをルーパーにして同じ演奏をソランタイニーストンプに入れた音、PC に直接レコーディングしてネイティブの NAM を PC でかけた音を聴き比べます。この際に使う NAM は2つ用意していて、いずれもハイゲインの 5150K と JCM800K です。音量を揃えるために録音してフリーズした後に -6dBFS でノーマライズしています。それではお楽しみとして AB テストとしてお聞かせします。どちらが PC でどちらがタイニーストンプか考えながら聞いてみてください。それでは種明かしです。最初にかけた A が PC のフルスペックの NAM、2番目の B がタイニーストンプでした。いかがでした？どう感じましたか？こうしてみるとソランの音はちょっとざらついたニュアンスがありましたね。今回の僕の検証としてはこんなトーン傾向があるっていう結果になりました。続いては2つのレイテンシーについて測定していきましょう。 DSP が最適化されて爆速で動いているのが分かったところで、じゃあ実際の遅延はどうなのってことで測定していきます。システムレイテンシーは実際に弦を弾いてから音が出るまでの時間を測定します。これは弾き心地に直結する指標になります。DAW ソフトを使ってインプットとアウトプットの波形のズレを実測します。
結果はこの通り 4.0 ミリセックです。この数字はベイルトンの GP5 とかソニーケーキのスマートボックスなんかと比べてもちょっと速いですね。あれがだいたい5ミリ秒とかそのぐらいでした。続いてパッチチェンジのレイテンシーについても確認していきます。音を鳴らしっぱなしのままパッチを切り替えた時の音切れはこんな感じでした。同じパッチ構成で設定が異なる場合、パッチの並びは同じでコーラスやディレイのオンオフが違うっていうパッチが隣り合っている場合の音途切れについて確認しました。するとこれは音切れなしだったのでちょっとここでは特に映しません。音切れなしです。パッチ構成がガラリと違う、空間系の並びが変わっちゃうような時、その時にどれぐらい音が途切れるかっていうところを確認すると291サンプルで 6.1 ミリセック、全然速いんじゃないかなっていうふうに感じます。さらにですね、パッチ構成がアンプのモデルも含めてガラリと変わるとき、フルリグのナムからプリセットで入っているアンプとキャビのモデルに切り替える。かつ空間系も切り替えるし、ディレイもリバーブも全部タイプが変わるよみたいな。結構ガラリと変えるパターンでやってきました。その場合は457サンプルということで 9.5 ミリ秒。音途切れが 9.5 ミリ秒しかなかったですね。これ実際聞いてみるとこんな感じです。はい、という感じなので、ロングトーンの中で音を変えてその音切れが気になるよみたいな時でもなければ、全然曲の中で使う分には支障がないレベルじゃないかなって思います。はい、続いてここがすごいぞタイニーストンプということなんですけど、先に物足りなかったところに触れておくと、ピッチシフターがモノフォニックのハーモナイザーしかないため、ポリフォニックのいわゆるデジテックのドロップみたいに使えるピッチシフターは入っていません。で、ソランが価格帯を超えてすごいなと思ったのは以下の3点ですね。ハーモニー、インテリジェントピッチシフター、あとシマーリバーブ、あとディレイやリバーブのスピルオーバーですね。ハーモニーは1本目の動画でも指摘した通り、メジャーとマイナーの表記がちょっと逆転しちゃってるんですけど、動作自体は問題ないです。2世のハモリだけですが、トラッキング精度も悪くないですね。1万円を下回るこの価格帯でハモれるのはすごいと思います。シマーリバーブもこの価格帯で搭載してるのはいいですね。そしてハイライトはディレイとリバーブのスピルオーバーですね。これボスの GX1 に搭載された時にも話題になりましたけど、どういうことかというと、ディレイやリバーブなどの残響音がパッチチェンジしてもブチ切れしないっていう機能です。アンビエントに空間を強調したい時とか雰囲気を作りたい時に残響がブツッと切れてしまうと興ざめになっちゃうんですけど、それを避けることができます。といっても制限はあって、移動先のパッチが同じモデルの場合のみ、移動先のパッチの設定が反映される、タイムが急激に変わるとつまみをいじった時のように音が変化する、こんなことがあります。実際聞いてみましょう。こんな感じなので、使い方を考えてパッチを構成すればうまく使えるんじゃないかなと思います。最後に拡張性を確認していきましょう。デュアルスイッチの
フットスイッチとエクスプレッションペダルのどちらかをつなぐことができます。ペダルかスイッチかは自動判定になっていて、電源を入れた時につながっていたものが使える感じですね。何もつながない状態だとスイッチとして認識します。この状態でペダルをつないでもボリュームとしては動かないようです。現状ペダルはボリュームにしか対応してないようです。ピッチやワウの対応は兄弟機種のデュアルストンプの方で対応しているみたいですね。フットスイッチはパッチの切り替えが可能です。ギャップが短くてスピルオーバーもあるので、フットスイッチを用意してステージで土足でガンガン踏むといいと思います。チョコレートプラスを使って Bluetooth MIDI を試してみます。タイニーストンプの MIDI インプリの特徴としては、パッチ移動は直接プログラムチェンジで呼び出し、パッチのアップダウンはなし、個別モジュールのオンオフはあり、チューナーやルーパーはなし、エクスプレッションペダルのアサインはできないといったところですね。PC を順に送れば順にパッチを移動できますし、任意の PC を送れば任意のパッチに飛ぶことができます。MIDI のインプリにある通りに設定することで個別のブロックのオンオフができます。ただし僕が試した範囲だとディレイとリバーブの2つを同時にオンオフみたいなことはできませんでした。はい、ということでいろいろといじってみましたタイニーストンプです。NAM プラス IR といった最新技術への対応であったり、 DSP の最適化が生んだ低レイテンシー、ペダルやフットスイッチ追加による足元の拡張性、理解して使えばこのとても小さなペダルはライブギアに化けることが可能です。まあ現実的にはライブで使おうと思うと兄弟機のデュアルストンプシリーズの方がスイッチが踏みやすそうなので、そっちの方がいいとは思います。ただ中身は同じっぽいですね。でもこの小型の単体でここまでできるかって感じでいじりがいがある機種だと思いました。やはりこうやっていろいろできることを確認しながら使い倒していくのが楽しいと思います。それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたならぜひいいねとチャンネル登録をお願いいたします。励みになります。最後にジングルの後にこのタイニーストンプを使ったデモ演奏をつけておきます。お楽しみください。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。